前回ペリーが日本に来るまでの話をしたよね。じゃあその当時日本が何してたのか、そこから話していくよ。続きからじゃないの？実はね、開国してほしいって要望はアメリカ以外からも来てたの。みんな日本に興味津ね、例えば北海道の上になんて国がある？々。ロシア。ハリーくん正解。1792年、ペリーが来る50年以上前、ロシアのラクスマンって人が北海道のね、根室に来たの。飛行機で？まだ飛行機ないから。そう、船で来たんだ。日本のものを売ってください、ロシアのものを買ってくださいって貿易のお願いをする親書を持ってきてたんだよ。で、親書っていうのは公式のお手紙のことなんだけど、そのお手紙をね、なんと日本は受け取らなかったの。その代わりに許可証をあげたんだ。長崎なら来てもいいよっていうね。へえ、手紙は受け取らないけど、長崎になら来てもいいよなんて、ちょっとツンデレな感じ。だからすぐ来るかなって思って待ってたら、次にロシアの船来たのなんとね11年後なの。11年後に来たのはラクスマンさんじゃなくてレザノフさんっていう人で、長崎の出島にやってきたんだけど、約束通りじゃん。約束通り来たにもかかわらず、なんとそのレザノフさんを半年間も出島に閉じ込めちゃったの。で、貿易も断って追い出しちゃった。うわー、いきなり半年間も閉じ込められたら人間不信になっちゃいそう。そんなことされたからさ、レザノフカンカンに怒っちゃって、部下に北海道攻撃してこいって幕府の施設を攻撃させた。そりゃそうだよ。一度来ていいよって言ったのに、なんでそんなことになっちゃったの？許可を出したのは幕府で将軍の次に偉い人だったの。当時の老中の松平定信っていう人なんだけど、実はその直後にね、その人引退しちゃったんだよ。後任の人はね、貿易にすっごく反対してたらしい。松平定信と逆ね。だから次にロシアが来た時にひどい目に遭わせて、もう二度と来させないようにしちゃえって、そういう考えだったんだよね。だからレザノフを出島に閉じ込めちゃったし、しかもその後は追い返しちゃったわけ。うわー、前任と後任で意見が違うやつ。部下も客も困るやつ。会社あるあるだ。ハリーくん、その感想一体何歳？ロシアだけじゃないよ。前回ペリーがアフリカやインドなんかのイギリスの港に寄ってったってことは話したよね。つまりアジアとかアフリカとかそういった場所にイギリスはすでに補給地のある航海ルートを持ってたってこと。そう言われてみればそうだね。当時イギリスはアジアの国々を次々に植民地化してたんだ。遡って1700年代にインド、その後スリランカ、ネパール、シンガポール、マレーシアの一部、そしてペリーが日本に来る前からイギリスは何回も日本に来てた。そりゃこの先にあるのは日本や中国だもんね。まず1808年、日本の長崎の出島がイギリスのペートン号という船に襲われました。なんで？当時のオランダとイギリスは戦争しててね、長崎の出島に向かうオランダ船、これもね、実はイギリスの攻撃対象だったの。オランダ船のふりをしてイギリスの軍艦フェートン号が長崎に入ってきて、なんとオランダの建物が襲われてしまったの。その侵入を許してしまったことがね、大問題になっちゃって、警備係をしてた佐賀藩も責任取らされちゃってさ、殿様をはじめとして多くの人が処分されちゃいました。喧嘩してたのはオランダとイギリスなのに、とばっちりじゃん。そしてそこから10年後、今度は軍艦じゃなくてね、商船、ビジネスを行うための船が長崎の出島じゃなくて神奈川県の浦賀にやってきます。商船ってことはお買い物目的かな？そう、この時はインドからオホーツクに向かう途中に寄ってるよ。確かに一回休憩するのにちょうどいい場所にあるね。その時はね、貿易はダメって断りました。その4年後は今度は商船じゃなくて捕鯨船、浦賀に来てます。捕鯨船の目的はね、食べ物の補給だったんだ。だから日本は薪や水、米や魚、こういったものを渡してあげました。困った時にはこういう風に食料なんかを渡すくらいはしてた。武士の情けだ。さらに2年後は別の場所にも現れます。
それが今の茨城県水戸藩の大津浜ってところなんだけど、この時はね、港に現れただけじゃなくて上陸してるの。今までは船から降りられなかったんだね。でもね、許可なく無断で上陸したのよ。でそのことで藩の関係者は大激怒。なんで怒ったの？何勝手に入ってきてんだよみたいな、そんな気持ちだったわけよ。で今まで一度も外国の人が来たこともないし、許可なく入ってきたことがないのに突然やってきたから、もうびっくりだし怒ってるし、そんな感じね。なんだけどそれでもその捕鯨船はリンゴやビワ、さつまいもやニワトリをもらうことに成功してます。前回はお米や水だったのに贅沢になったね。解決病っていう病気の治療のために必要な食べ物だったの。解決病はビタミン C の不足が原因で起こる病気で、治すためには新鮮な果物や野菜が必要だった。でまだね、この当時はビタミンっていうものの存在は発見されていないんだけれども、ただ経験とか研究、そういったものの積み重ねで果物が必要だってことは分かってたんだよね。だからそれをもらいに来たと。でもらえましたと。病気で困ってる人がいるなら優しくしないとね。さらに同じ年の7月にはイギリスの別の捕鯨船がトカラ列島の宝島に上陸してます。でここをね管理してたのは薩摩藩、今の鹿児島県にいた藩です。宝島なんてワクワクする。宝島ってこんなにちっちゃいの？縄文土器や弥生土器も出土されるぐらい昔から人が住んでた島なんだ。名前の通りね、海賊が宝を隠したって噂もある。ここではイギリス人に牛を奪われます。もう薩摩藩怒っちゃって、薩摩藩の役人との間でなんと銃撃戦が起こってるし、イギリス人は一人亡くなってます。無断で上陸されたりとか銃撃戦があったりとかね、こういういろんなトラブルがあったから、そもそももう外国船っていうのは日本に近づけなきゃいいじゃん、追い出せばいいじゃんって、そういうことになってね。どうやって追い出すの？陸上から大砲を撃つ。話し合う前に？その結果、日本人が漂流するのを助けてくれたアメリカの商船だって砲撃して追い払っちゃったの。その人は結局日本に帰国することができなくて、そのまま外国で亡くなってしまいます。かわいそう。せっかく助けてくれたのに。アメリカの船に日本人が乗ってるってことは後からオランダから教えてもらいました。そういえばオランダとは出島で貿易してたよね。よく知ってるね。ヨーロッパで唯一日本と貿易をしていた国、それがオランダです。オランダとつながっていたことで良かったことはたくさんあってね。なに美味しいお菓子とか？また食べ物に釣られてる。残念。オランダが提供してくれたのはね、情報。鎖国してると入ってこないでしょ。そういう海外の情報を毎年オランダが教えてくれてたの。例えばヨーロッパのどこで戦争が起こってるとか、王様が交代したとかね。外国船に大砲を撃って追っ払えって命令を出した年から15年後、1840年に起こった中国、当時の清とイギリスの戦争のことも教えてくれました。アヘン戦争って呼ばれるこの戦いなんだけど、中国が惨敗してしまうの。その結果、中国はね、香港がイギリスに取られちゃうし、賠償金も払わなきゃいけないし、中国に不利な条約、これも結ばなきゃいけなくなってしまったんだ。中国ってお隣さんじゃん。めちゃめちゃ日本ピンチなんじゃない？そうなのね。幕府ももちろん危機感があった。中国はね、長年世界最大の大国って日本は思ってたから、それがヨーロッパに負けたわけじゃない？もう勝ち目がないなって感覚だよね。イギリスは最新の蒸気船なんか日本が持ってない多くの技術を持ってる。で、外国が日本に攻めてきたらとても勝てないんじゃないかなって。だからやっぱり対立は避けましょうと。中国の二の舞にならないようにしましょうって、そういう考えが生まれたわけだから、もう15年間続いてた打ち払い令はやめようと。で、外国船が来たら食べ物やお水をあげて静かに帰ってもらいましょうっていう考え方に方向転換しました。元に戻ったんだね。そう。そしてね、その方向転換した2年後、1844年に今度はイギリスじゃなくてオランダの国王から開国をおすすめする国書、国が正式に出すお手紙ね、これが届きました。でも
オランダと出島で仲良くしてたじゃん。そう、でもそれはね、あくまで貿易関係で外交はしてないんだ。お金だけの付き合いってことだね。表現。外交関係にないから本来ね、手紙だって受け取っちゃダメなの。合意して受け取ったわけじゃなくて、勝手に手紙届いちゃいましたって感じね。貿易していい情報もらって、なのに手紙も受け取らないなんて都合のいい相手だったんだね。で、手紙のその内容っていうのがね、蒸気船ってものが作られるようになってね、外国同士の貿易がますます盛んになってますよ。だから鎖国を続けていくのは危ないよって、開国した方がいいよって教えてくれてたんだ。幕府はだが断るの一辺倒、しかも今後このような文書を受け取りませんって断言する堅くなさだったの。で、断った代わりに一応豪華な屏風や着物を送ったりはしてます。やっぱりお金だけの付き合い？ラブレターも受け取ってくれないし、お金だけの関係だし、アドバイスも聞いてくれないし、その上プレゼントでごまかすとか、絶対に妹とは結婚させたくないタイプだ。それでもこの後ね、オランダは今度はアメリカが来るよって教えてくれます。オランダちゃん、なんてけなげ。さて、そんなね、かたくなな日本に事前情報通りにアメリカが開国を迫りにやってきます。1846年のことよ。アメリカ政府はビドルという軍人を派遣しました。ペリーさんが最初じゃないの？そうなの。この時はね、まだ蒸気船じゃなくって風で動く帆船でも大砲を乗せた軍艦です。やってきたのは神奈川県の浦賀。ペリーさんと同じところだ。実はね、浦賀にはその1年前にアメリカの捕鯨船が来てるんだ。海で遭難した日本人を助けてくれたの。もともとそのやり取りはね、長崎でする予定だったんだけど、その時の老中の安倍正弘っていう人がね、浦賀での受け入れを決めました。ビドルも同じように浦賀に行ったんだけど、開国の話をするんだったら今度は長崎に行けって幕府から指示が出ちゃったわけ。アメリカ上層部はロシアやイギリスが開国に関して日本とうまくいっていないことを知ってたんだ。だから不信感を煽らないように丁寧に交渉しようって考えてました。で、これ以上の交渉は難しいって諦めて静かに帰国しました。その後も長崎に捕鯨中に遭難したアメリカ人を救出するためにアメリカの軍艦が来たりしています。なんだけれども開国や貿易に関するやり取り、これはね全然進まなかったわけ。そして1851年、ついに最新鋭の蒸気船サスケ花号が日本に向けて出発したよ。蒸気船、ついにペリーさんが乗ってたのは東インド艦隊司令長官のオーリック提督。誰？オーリック提督は日本との外交関係を結ぶことを目的に蒸気船で日本に向かいます。でも香港に到着した時に解任されちゃった。理由は体調不良とも現場でトラブルがあったとも言われてる。そんなのでこの先の交渉大丈夫なの？で、そのオーリックの後任として来たのがご存知ペリーなんだ。ここでペリーさんが登場だったのね。就任とほぼ同じ1852年の春、オランダがペリーが来るよって教えてくれたんだ。1852年ってペリーが来る1年以上前じゃない？そう、しかもまだ出発前の段階だったの。蒸気船が来るってことや大統領の国書が届くってこと、開国の目的、そういったことも全部書いてあったんだ。来年の夏に到着って推測されますよ、そんなことまで載ってます。20日で来た風を装ってたのに嘘ってバレバレだったんじゃん。で、実際にねペリーが来たのが翌年の7月8日だったから、もうこのお手紙大当たりね。目的は前回も話したけど、漂流民の送還、太平洋を渡ってアジアに来るための航路の確保、そして貿易で、これらを実現するために来るよって全部事前に教えてもらってます。これだけ知ってたら準備万端で当日を迎えられそうだね。これらの情報は海岸線に住んでる力のある大名、例えばイギリス船の上陸を経験した水戸藩とか琉球、現在の沖縄県を管轄してて外国とのつながりが深い薩摩藩、この辺りには伝えられました。
でなんで伝えたかっていうと、その人たちがね何か情報を持ってるんじゃないかなっていう探り合いっていうのもあったんだよね。ただその後幕府内でこのことについて話し合った記録っていうのは残ってないんだ。なんで？理由ははっきり分かってないんだけどね、オランダから連絡を受けた後、将軍が住む江戸城の一部が火事で全焼しちゃったの。もう江戸城がなくなっちゃうっていうのは幕府にとって一大事なわけで、来るかどうか分かんない外国船のことよりも、もう江戸城をなんとか立て直せってそっちの方が重要だったから。もし江戸城の火事がなかったら今の東京湾に大砲を撃つ場所を作って外国船と戦うつもりだったっていう話はあるんだけれども、十分な対策を取らないまんま7月8日に浦賀にペリーはやってきてしまいます。しかもね、ペリーが来る情報っていうのは完全極秘だったから、浦賀の奉行所の現場担当者ってのは知らなかったの。もう一切聞いてませんよって、そんな状況でいきなり軍艦やってきたから、もう現場は大騒ぎ。せっかく大事なことを教えてもらったのに、突然そんなことになったら困っちゃうね。僕昨日ママに明日牛乳パック2個と新しい算数のノートちょうだいってお願いしちゃった。しかもね、寝る前。それは重罪だよ。悲鳴が聞こえたから急いでベッドに潜っちゃったよ。情報が伝わらないってほんと悲劇だよね。しかも今回やってきたのが江戸時代の人からするともう見たことないとんでもない大きさの船でね、江戸時代で当時一般的だったのは米なんかを運ぶちっちゃい弁財船っていう船でね、その大きさってだいたい30メートルぐらいなので、オランダの商船を襲ったイギリスのフェートン号で42メートルでしょ。で6年前に開国を迫ってきたビドルが乗ってたコロンバス号が 58.45 メートル、だいたい60メートルと考えて弁財天の倍。じゃあ今回ペリーが乗ってたサスケ花号どれぐらいかっていうと、なんとコロンバス号よりも大きい 78.3 メートル。しかも風がなくても進む蒸気船。日本の船の倍の大きさ？そんな見たこともないものが来るなんてびっくりだよね。さすがの俺でも事前に知っておきたいやつだ。もうね、現場は何をどう対応したらいいか分かんないし、しかも当時の責任者である浦賀奉行はいなかったので、その下のそのまた下の与力っていう立場の人がね、ここじゃなくて長崎に行ってくださいって伝えたわけでも、もうペリーはね聞く耳を持ってません。外国船が来たことを上司の浦賀奉行に報告したら、なんとね、来ること事前に知ってたよって、長崎に行けなんて言っちゃダメだよって帰ってきて、もう現場の人はさ、なんで教えてくれないのって気持ちだよね。事件は会議室で起こってるんじゃない、現場で起こってるんだ。江戸城ではね、事前に聞いてはいたけれども、本当に来ちゃったよってことで大騒ぎ。もう国書を受け取るか受け取らないかみたいなところから議論がスタートで、その時ちょうど運が悪くてね、将軍が病気で会議に十分参加できなかった。なかなか結論が出なくって、そしたらね、しびれを切らしたペリーが浦賀からさらに江戸湾の中まで進んできちゃったの。もう待てないって感じだよね。イライラしてきちゃったわけで、そしたらこのまま戦争になって江戸に大砲を撃ち込まれて大混乱間違いなしみたいな状況です。江戸の人もいきなり見たことがない大きな船がやってきたら怖かっただろうね。それがね、浦賀にはたくさん人が集まって黒船を大量の小舟が取り囲んだ。見たことのない珍しいものがやってきたから、もうみんな興味津々になっちゃったわけ。もう観光気分だよね。ハリウッドスターの来日みたいな話だね。でペリーの方は下手に幕府を刺激して交渉が失敗したら困るから、自分たちで大砲を撃って追い出すとかそういうこともできず、奉行所の人に小舟を追い払ってってお願いしたりしました。幕府としてはアヘン戦争のことがあるから、もう絶対に戦争はしたくない。でペリーはガンガン江戸湾の中に入ってくる。でもこれ以上先延ばしできないよってことで諦めて国書を受け取ることにしました。どこで受け取ったの？さすがに江戸でってわけにはいかなくって、久里浜にね、慌てて国書を受け取るための会見所を作ったの。2日間で作ったその建物の大きさは18畳、学校の教室の半分ぐらいの大きさね。立ち会ったのはさすがに
浦賀の一番偉い奉行、さっき頼木が出てきたけど頼木ではなく、偉い人ね、偉い人がちゃんと出てきたけれども、幕府本体の人は出てこなかったんだよね。しかも会見所では一切のおしゃべりは禁止、もう黙々と受け取って終わり。なんか行き当たりばったりっていうか、よっぽど慌ててたのかな。ちなみにね、偉い人同士は会話しなかったけど、外で待ってた船の乗組員と地元の人はね、ちょっと会話したみたいだよ。立場とかなくなればみんな友達。ペリーは目的通り国書を渡すことができて、10日の滞在を終えて日本を離れていきました。幕府側は国書を読んだところ、来年の春にまた来るからそれまでに答えをちょうだいねって。さあ幕府は一体どうやって対応するのか。この続きは長くなっちゃったのでまた次回に続きます。今日も開国できなかった。12代将軍の家吉が60歳で亡くなってしまう。攘夷派の代表とも言うべき徳川斉昭を幕府に引き入れました。ペリーが出港する日にアメリカ海軍長官から手紙が来てね、林は断固として断りました。黒船に無断で乗り込んでいきました。そしてペリーは最後にあるものを欲しいって言います。